今年に入ってたった 124%、たった5ヶ月で株価が2倍以上になった会社があるのだ。しかも同じ日、豪華クルーズ船で人から人へ感染するウイルスが出て死者3人が出ているのだ。124% って、それって5ヶ月で倍以上ですよね。どの会社なんですか？そしてクルーズ船のウイルスって、もしかして私が乗るような観光船でも起きるんですか？今日は5本の海外ニュースを横断するのだ。テクノロジーから感染症、食料危機まで全部つながる構造があるのだ。最後の1本が日本人の食費に直撃するのだ。1本目、半導体メーカーのマイクロンが時価総額700億ドルを突破したのだ。 CNBC によると、今年だけで株価が 124% 上昇、過去12ヶ月では実に約700% 上がっているのだ。米テック企業トップ10入りを果たしたのだ。なぜここまで急騰したかというと、 AI ブームが原因なのだ。 NVIDIA や AMD が AI 処理用のハイスペックチップを大量生産しているけど、そのチップには膨大なメモリが必要なのだ。メモリを作れる会社は世界でほぼマイクロン、SK ハイニックス、サムスンの3社しかないのだ。メモリって要するに、スマホの容量みたいなものですよね。それが世界に3社しか作れないって、かなり独占状態じゃないですか。もし1社でも生産を止めたら世界中の AI サービスが止まるってことですか？まさにそうなのだ。これは料理に例えると分かりやすいのだ。 NVIDIA のチップが高級食材だとすると、マイクロンのメモリは塩なのだ。どんな高級食材があっても塩がなければ料理は完成しない。マイクロン CEO のサンジャイ・メフロタは、主要顧客は必要量の50、66% しか調達できていないと言っているのだ。これ、日本人のキャリアにも直撃するのだ。 AI エンジニアやデータサイエンティストの求人は今年前年比で急増しているけど、その AI システムを動かすサーバーのコストがメモリ不足で高止まりしているのだ。つまり AI サービスの料金が下がりにくい構造になっているのだ。マイクロンって正直あんまり聞かない社名ですけど、私たちが毎日使うスマホやパソコン、チャット GPT の裏側で、塩として全部支えてるんですね。縁の下の力持ちが急に主役になった感じで、なんか面白いですね。2本目、これは正直震えたのだ。南極海を航行していた豪華クルーズ船メガボルト・ホンリウスで、ハンタウイルスの感染者が7名確認されたのだ。オランダ人夫婦とドイツ人の計3名が死亡、英国人1名も南アフリカで集中治療を受けているのだ。 SCMP によると、 WHO は非常に近い接触者間で人から人への感染が起きた可能性があると述べたのだ。ハンタウイルスは通常、感染した齧歯類との接触で広がる病気なのだ。人から人への感染は極めて稀とされてきたのだけど、今回はその例外的なケースが疑われているのだ。ネズミから人へ感染する病気が、今度は人から人へって、それって致死率はどのくらいなんですか？正直、クルーズ旅行とか南極ツアーが好きな人は怖いですよね。ハンタウイルス出血熱の致死率は種類によって12、40% と高いのだ。ただ WHO は一般市民へのリスクは低いと言っているのだ。現在船はカーボベルデ沖に停泊中で、島側が上陸を拒否しているのだ。乗客3名のオランダへの医療搬送が準備中なのだ。日本人への直接リスクは今のところ低いけど、クルーズ旅行前に感染状況の確認は必須なのだ。3本目はデジタルプライバシーの話なのだ。ヨーロッパのプライバシー団体、ノイブがリンクトインを提訴したのだ。ザレジスターによると、あなたのプロフィールを誰が閲覧したかというデータ、無料ユーザーには有料会員限定として隠されているけど、EU 法では本来全員に開示しなければならないのだ。それって、誰が自分のプロフィールを見たかわかるのが有料版の特権じゃないですか。でも法律的にはそのデータは私のものって話ですよね。世間ではリンクトインはそういうもんだって思ってますけど、本音では個人情報を売られてる感じで少し腹が立ちます。ノイブの弁護士マーティン・バウマン氏はこう言っているのだ。自分のデータを自分に売り返すのが人気ビジネスになっている。でも人々には自分のデータを無料で受け取る権利がある。とのことなのだ。GDPR の第15条はシンプルで、自分に関して処理されたデータは全て開示請求できるのだ。日本では今のところ GDPR のような強力なデータ権利法はないのだ。でもこの訴訟が欧州で勝訴すれば、リンクトインをはじめ SNS 全体に波及する可能性があるのだ。転職活動でリンクトインを使っている人、自分が誰に見られているかを知れる日が来るかもしれないのだ。4本目、
ドイツの場でフール外相がイスラエルのサール外相と並んで記者会見を開いたのだ。ミドルイーストアイによると、ヨルダン川西岸のさらなる実効支配の拡大に反対し、ガザの200万人以上の人道状況を早急に改善すべきだと訴えたのだ。しかもイラン情勢の陰に隠れてガザへの注目が薄れていることを明示的に批判したのだ。イスラエルの外務大臣と一緒に会見しながら、その場でガザの人道支援を増やせっていうのってすごく難しいバランスですよね。ドイツとしてはイスラエルとの関係を保ちながら国際世論にも応えなきゃいけない、みたいな。その通りで、ドイツは歴史的にイスラエルとの特別な関係を持っているのだ。ただ今回の発言で注目すべきは、イランとの戦争によってガザが忘れられつつある、という直接的な批判なのだ。これは国際社会の注目の有限性、という問題を如実に示しているのだ。世界は複数の危機を同時に認識するのが苦手なのだ。ちょっと聞いてもいいですか？今日の5本のニュースを聞いてて、AI ブームがメモリを独占して、食料インフレが来て、感染症が広がってと、これって全部バラバラじゃなくて、何か共通した構造がありますか？私はなんとなく、資源の奪い合い、に見えるんですけど。鋭いのだ。全部、希少性の争い、なのだ。メモリチップ、人道支援物資、医療資源、そして5本目に話す食用。どれも需要が急増しているのに供給が追いつかないのだ。ではその5本目に行くのだ。マーケットウォッチが警告した食料インフレ危機の話なのだ。マーケットウォッチによると、肥料コストが2026年の高値を更新し、アメリカの農家が作付け面積を削減しているのだ。これがなぜ問題かというと、農業は工場と違って、今日決めて来月増産できないのだ。箸の決定は収穫の半年以上前に行われるのだ。今年の作付け削減は、秋以降の食料供給減に直結するのだ。日本への直撃が深刻なのだ。日本の食料自給率はカロリーベースで約 38%、小麦の約 85%、大豆の約 94% を輸入に依存しているのだ。アメリカの小麦作付け削減が本格化すれば、パン1斤が今の150円から180、200円に上がる試算もあるのだ。家族4人で毎月のパン代が2000円以上増える計算なのだ。パン1斤が200円。今でも高くなったと思ってたのに、さらにですか。それって、肥料が高いから農家が作らない。作らないから食料が足りない。足りないから値段が上がる。という悪循環ですよね。どこかで止められないんですか？止めるのが難しい理由は、肥料の主原料の天然ガスがイラン情勢で高止まりしているからなのだ。つまりマイクロンの AI 需要、ガザの危機、ハンタウイルス、そして食料インフレ、全部エネルギーと地政学でつながっているのだ。世界は一本のロープで結ばれているのだ。冒頭で 124% 上昇した会社は何かと問いかけたのだ。それはマイクロンなのだ。でも今日の話を全部聞くと、その株高は単純なサクセスストーリーではないのだ。AI 需要が半導体を買い占め、エネルギーコストを押し上げ、食料価格にまで波及している。誰かが儲かる裏で誰かが割を食っている、という構造なのだ。今日のまとめをするのだ。1本目、マイクロンが AI 需要で時価総額70兆円超え、しかし恩恵を受けられるのは AI 関連の職種や株式保有者に限られる。2本目、ハンタウイルスがクルーズ船で人から人へ感染の疑い。現時点では一般市民のリスクは低い。3本目、リンクトインの GDPR 訴訟。自分のデータへの権利を問う重要な前例になりうる。4本目、ドイツがイラン情勢の陰でガザ危機が忘れられていると警告。5本目、食料インフレが来年にかけて本格化。日本の食卓直撃の可能性が高いのだ。僕の正直な意見を言うのだ。今日の5本に共通するのは、グローバル化の恩恵と代償が同時に噴出しているという事実なのだ。AI で豊かになる人がいる一方で、食料が値上がりして生活が苦しくなる人がいる。これは経済の構造的な問題で、簡単には解決しないのだ。コメントで教えてほしいのだ。食料インフレと AI バブル、どちらがあなたの生活に今年より影響すると思うのだ？明日は食料インフレの続報とイラン情勢の最新動向をお届けするのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日なのだ。